皆さんお元気ですか？小林彩子です。日本には古くから神社仏閣に伝わる行事や飾り物、季節によって味わう旬な食べ物やその土地に伝わる風習など、幸運を呼び込むために縁起を担ぐさまざまなものや行いがあります。皆さんの周りにもきっとある幸運を呼ぶ縁起物。この番組ではそんな縁起物をご紹介していきます。さて、今日の縁起物は福来たる日本の縁起物。とぼけた表情にポップな色合いが可愛い貴船。こちらは江戸時代から縁起物として伝わる宇都宮の郷土玩具です。その昔、宇都宮で天然痘が流行した時、市内の川で採れた黄色のフナを病人に食べさせたところ、病気が治ったそうです。それにあやかり生まれたのが貴船の張り子。今では神棚に飾ったり、玄関に吊り下げたりして悪病よけ、無病息災を祈る縁起物として愛されています。続いてはこちら。皆さん、羊羹はお好きですか？でもなぜ羊の字を使うんでしょうね。日本では定番のお菓子ですが、もともとは中国の料理でした。羊羹の羹は訓読みでは厚物と読み、熱いお吸い物を意味します。羊羹のルーツは羊の肉を使ったスープだったんですね。その羊羹が日本にやってきたのは鎌倉から室町時代、中国に留学した禅僧によってもたらされました。しかし禅僧は肉を食べることは禁止されていたため、小豆や小麦粉、くず粉などを使って羊肉に見立てた料理が作られたと言われています。次第に甘みが加わって現在のようになったのは江戸時代の後期だそうです。今となっては羊は全く関係なくなっちゃいましたね。さて、お次は首振りが可愛い真っ赤な牛の張り子、赤べこ。こちらは福島県会津地方の郷土玩具ですが、会津地方では牛のことをべこと呼び、約350年前から魔除け、疫病除けの縁起物として会津の人々に親しまれてきました。また赤い牛は1200年ほど前の会津柳津円蔵寺建立の際に木材の運搬に活躍したのが赤色の牛だったと言い伝えられており、その赤色の牛にあやかって子供の誕生にはべこのごとく重荷に耐えて壮健であれと赤べこを備えてお祝いしました。次にご紹介するのは、皆さんコンペイトーはお好きですか？カラフルで星のような形が可愛くって美味しいですよね。もともとはポルトガルのお菓子で、ポルトガル語のコンフェイトが語源とされています。コンペイトーはひな祭りのお菓子や結婚式の引き出物としても親しまれていますが、実は皇室のご成婚の際の引き出物にも用いられています。今では機械で作られることが多いですが、伝統的な製法で手作りされているものもあります。手作りされるものは手間がかかり、出来上がるまで約2週間かかるそうです。熟練の技を要するので、一人前のコンペイトー職人になるには20年もかかると言われているんです。そんな一品だからこそ皇室の引き出物にも用いられているんでしょうね。さて、お次は昔から愛用されてきた手ぬぐい。江戸時代には広く庶民にも普及していたようですが、その歴史は古く、奈良時代、当時は木綿が貴重なもので神聖なものとして装束などに使用されていました。江戸時代になると庶民の間で手拭きとして広まっていきました。普及とともにさまざまな絵柄が出てくるようになり、江戸の粋なファッションアイテムとして愛され、手ぬぐい合わせというデザインを競い合う品評会も行われていたそうです。また当時、歌舞伎役者たちがごひいきに名前入りの手ぬぐいを配っていました。
その流れから現在でも店名の入ったタオルや手ぬぐいを粗品として配る風習ができたと言われています。続いてはこちら。真っ赤な顔にギョロッとした目、なんとも奇妙なお化けの金太ですが、熊本に古くから伝わる名物のからくり人形で、紐を引っ張ると表情が変わり、赤い舌をペロッと出します。その昔、加藤清正公が熊本城を築城した際に、ひょうきんな顔立ちで人を笑わせるのが大好きな金太という足軽がいて、その彼がモデルになったと言われています。熊本ではめくり出し人形と言われていますが、真紅の顔で舌を出し、ぐるりと回る目玉で人を驚かせることから、お化けの金太と呼ばれるようになりました。ちょっと怖いですが、どこか憎めない表情が何とも言えないですね。さて、お次は電気やガスもなかった江戸時代、日が暮れると真っ暗になる夜、人々が頼りにしていたのはあんどんの明かりでした。灯し油を注いだ小皿にいぐさなどから作った灯芯を浸し、火をつけて使用するものでしたが、江戸時代ろうそくもありましたが、高価だったため当時は入手しやすい油を明かり用に使っていたそうです。その油も菜種油やごま油など植物系油は値段が高かったため、簡単に手に入るイワシから油を取っていました。その他にも今では貴重なクジラも使用されていたようです。油は主に市中で売り歩いている油売りから購入していました。油売りは客が持ってきた容器に油を入れるんですが、油は水と違い粘り気があり、雫が切れるまで時間がかかりました。そのため油売りは客と世間話をし、それが怠けているように見えたことから油を売るという言葉ができたそうです。ちゃんと仕事をしているのに怠ける言葉になってしまったんですね。次にご紹介するのは、江戸の中心、五街道の起点といえば、そう日本橋。今でも日本の道路の起点になっていますね。ところで時代劇で描かれている日本橋の欄干には義星という飾りがついています。橋の欄干や神社の階段などに設置された手すりの柱の上に取り付けられ、銅などの金属製が多いのは雨からの侵食を守るためだそうです。また独特な形から壮大とも呼ばれており、まさにネギの花のような形を思い浮かべます。ネギには独特の匂いがあることから魔除けになるとも信じられていたそうで、その力にあやかって使われるようになったという説もあります。落語にも義星という演目がありますが、この不思議な形に引き寄せられて撫で回したくなっちゃったりするかもしれませんね。さて、お次は日本では昔から食べられてきた干し柿、軒先などで干されている光景を思い出しますよね。保存食であると同時に砂糖が一般の人々の手にはなかなか入らなかった時代から庶民の貴重な甘味源でもありました。でも干し柿に用いられるのはそのままでは食べられない渋柿。この渋柿を軒下などに吊るして寒風にさらし、天日を浴びて水分が抜けると甘みがぎゅーっと凝縮され、とっても甘い干し柿になるんです。茹でたメロンやブドウよりも甘く、糖度は実に40から 70% にもなるそうです。渋柿を食用にし、非常食として保存しておこうという昔から受け継がれる生活の知恵、私たちもあやかっていきたいですね。いかがでしたでしょうか。まだまだ私たちの知らないものや意外なものにもさまざまな縁起担ぎの意味が込められているようですね。身近にあるそんな縁起物、皆さんもお店や神社で探してみたり、幸せを呼び込んでみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。小林彩子でした。